はい、皆さんこんにちは、りゅうまです。今回はこちらのキリジグルボーンジェネレーターっていうアドオンの方を紹介していこうかなと思います。こちらどういったアドオンかと言いますと、このジグルボーンっていうのが、これいつも通りチャット GPT にお願いして作ってもらったアドオンなんですけど、意味としては、揺れ物っていう意味らしくて、その名の通りね、例えばスカートとか髪の毛とかそういった揺れ物系のリグとかを組むときにもうちょっと簡略化できないかなっていうところを考えて制作したものです。なんで用途としては主に今言った通り、スカートとかの、防音の生成とかに使えるようなものとして制作してます。で、使い方とかについてはこれからね説明していくんですけど、まずはいつも通りこのアドオンの導入方法とかについて説明していこうかなと思います。まずダウンロードの場所なんですけど、いつも通りねこの動画の概要欄のところに URL 貼ってあるんで、そこからダウンロードしてください。で、ダウンロードが完了したらこちらの左上のところにね編集っていうところがあるんで、ここを押していただいて、ここの中のプレファレンスですね。で、横のところにタブみたいのがいっぱいあると思うんで、そこのアドオンを押してもらって、でこちらの右上のとこですね、この逆三角形みたいのがあるんで、ここを押してもらうとディスクからインストールっていうのが押せるようになるんで、ここを押してもらって、で今ダウンロードしたアドオンの方を選択してください。そうするとね、ここにおそらくキリジグルボーンジェネレーターってやつが出てくるんで、チェック、もし入ってなければチェック入れていただいて使ってください。でチェック入れますと、こちらのサイドバーのところですね、こちらサイドバーのところにおそらくこのキリツールスっていうタブが新しく追加されると思うので、そこを探していただくと、こちらキリジグルボーンジェネレーターがこちらに表示されます。はい、では導入方法については以上となるので、早速使い方について説明していこうかなと思うんですけど、使い方としては、比較的シンプルに作ったつもりではあるんですけど、こんな感じで防音を生成したい辺を選択してください。でこの状態でこの揺れ物用防音を生成っていうボタンがあるので、こちらを押してもらうとこんな感じで防音を生成してくれます、辺に合わせて。で今これミラーモディファイヤー使ってて、こちらミラー反対側ないんですけど、なんでこの状態で生成するとね、右半分だけが防音が生成されると思います。でミラーで使いたい場合はこっち側も欲しいと思うんで、こっち側も簡単に生成するためのオプションを一応用意してあります。それがこちらの対象化防音を生成っていうボタンですね。こちらを押してもらうと、ちゃんとミラーモディファイヤーで表示されてなかった分の防音も一緒に生成してくれるようになります。一応ね、これ防音もこのロール情報とかもちゃんとこのスカートの向きに合わせて調整してくれるように作ってあるんで、もうほぼこのまま使えるっちゃ使えると思います。強いて言えばこの辺の名前とかね、リネーム処理とかはもしねこれ気に食わないっていうのであれば、ご自身で調整していただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、大まかな使い方としては以上ですね。ここからはさらに細かいところって言いたいのかなについて説明していこうと思うんですけど、まずこちら防音間引きっていう項目を一番上のところに設けてます。これ何かっていうと、例えばなんですけど、今この状態で防音生成すると7つの防音がねつながった形のものが何個か生成されると思うんですけど、この防音の数って結局今ね見てもらった通り、このモデルの辺の数に依存するんですよ。なんで今このぐらいの細かさだから7で済んでますけど、例えばこれがめちゃめちゃ細かいメッシュのものとかだとすると、この一辺のこの部分に対して防音の数が多分すごい量になってくるかなと思ったんですね。今回のこの7個も過剰っちゃ過剰かなと思ってて、こんなにいらんよっていうパターン結構あるかなと。そういう時にこの間引きってやつを使ってもらえればいいかなと思って追加してあります。これは具体的にどういうことかっていうと、これ2とかにすると1個飛ばしで生成してくれるようになるって感じです。例えば7なんで4、多分4個になる。試しにやって見てもらった方が早いと思うんでやるんですけど、こんな感じで間引いてくれます。だからこれ防音の数ちょっと過剰だなって場合は、この間引きってやつを増やしてもらえれば生
生成するボーンをこんな感じで減らしてくれますっていうのをやりたい時のためのオプションですね、これ。特に問題なければ1のまま使ってもらっていいと思います。で、もう1個あるのがこちらの真ん中のやつですね。変ループから一応生成っていうパターンなんですけど、これどういう時に使う想定でいるかっていうと、例えばこういったもの、なんていうのかな、ちょっとデフォルメされたキャラクターの髪の毛みたいなのってなんかこんな感じになってると思うんですよ。でこれの場合って動かしたいじゃない時に多分この辺で動かしたいっていうパターンじゃないと思うんですよね。ここの中に、中心に沿ってボーンを1個置いて、それでアニメーションさせるっていう使い方が主かなと思うんですけど、その時のボーンを簡単に作れるようにできないかなと思って考案したのがこれです。具体的にどう使うかっていうと、変ループから一応生成って書いてあるんで、こういうことですね。こういう変ループ単位でこう選択してもらって、こういった感じで。で、この状態で、この変ループから一応生成っていうのを押すと、それぞれのこの変ループの中心点に対して、中心点を通るようにエッジを生成してくれます。これが今生成してもらったエッジなんですけど、でこれに対してさっきの揺れ物用ボーンを生成っていうのをやってやれば、今言ってたこれを1個の髪の毛と考えた時に、使いやすいボーンっていうのを生成してくれます。あとはこれをいつも通りこれで自動ウェイトでやってやれば、こんな感じで、髪の毛として使えるボーンとして利用ができるようになるって感じですね。はい。使い方としては以上ですかね。でせっかくなんで、前回っていうか前に紹介したこれか、キリアニメフレームシフター自分で作ったやつなのにすんなり読めない。せっかくなんでこれと組み合わせてちょっとアニメーションも作ってみようかなと思います。作例として。せっかく揺れ物用としてこのキリアニメフレームシフターも作ってあるんで、一例としてちょっと見てもらおうかな。まずはさっきも言った通りこの辺を選択してもらって、この揺れ物用ボーンを生成を押します。そうするとボーン作ってくれるんで、さらに対象化ボーンを生成を押すと反対側も作ってくれます。でこの状態で自動ウェイトでペアレントしてやるとこんな感じで動くようになります。でさらにここからちょっとアニメーションを軽くね作っていこうと思うんですけど、ざっくりねこんな感じでめちゃめちゃざっくり作るんであんまりうまいこといかないかもしれないですけど、こんな感じで適当にアニメーションを作ります。ちょっと遅いかな。いっか。結構ね、いつもこのぐらい適当に作るんですけどこんな感じでこれね、このなんていうの、ボーンのね回転軸を結構自動で整えてくれるようにするのが今回このアドオン作るのにあたって苦戦したところなんですけど、ボーンのこの回転軸をうまいこと整えてくれると何が便利かっていうと、ね、例えばスカート広げたいとかこうなった時に、回転軸がねちゃんとこの面の向きに沿っているとやりやすいんですよ。だからね、ここが若干こだわりポイントかも。ちょっと違和感あるが、作例として作ってるだけなんでいいか。でこの状態でさっき言ってたこのキリアニメフレームシフターを使っていきます。トップの部分のボーン選択した状態で階層化シフトを押します。そうするとずらしてくれるんで、適当に作った割にはそれっぽいでもこういうのをね手軽にやりたいって作ったのがこの2つですね。
まあいいんじゃない？スカートっぽく見えますよね。これでまあ簡易的にこう簡単にボーン作ってアニメーションはこっちで調整するみたいな、まあこういう使い方がね、一応私が想定してる使い方ですね。いい感じ。はい、ということで、まあこんな感じでね、スカートのボーンを生成したいときは、キリジグルボーンジェネレーター使っていただいて、まあこういうスカートのアニメーションとか作りたいときは、今日のキリやアニメフレームシフターの使っていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、今回はこのキリジグルボーンジェネレーターの方の紹介動画になってるんですけど、まあ、前回、まあ、何個前の動画かちょっと忘れちゃったけど前々回ぐらいにこのキリアニメフレームシフターの方も説明動画の方を上げてるんで、まあもしね、興味がある方はそちらからダウンロードしたり使い方見てもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということで、じゃあ今回の動画はこれで以上とさせていただきます。もしよければね、使っていただけたら嬉しいです。ということで、ではでは。